不動産屋さんの怪談です。今回のお話は介護士をしている方の体験です。さて、このお話は心霊系 YouTuber の幽霊ドブネズミさん、通称ユードブさんからいただきました。そのユードブさんの友人に福岡で介護施設の介護士さんをされている女性がいるそうです。その介護士の女性を仮に前田さんとしておきます。その介護施設で前田さんが担当している入居者の中に自分の母親のように思い介護していたおばあさんがいました。そのおばあさん、仮に八重さんとしておきますが、身内がいない方だったので、より一層自分が代わりにきちんと見てあげなくてはと前田さんは思っていました。そんなある日、その八重さんは体調が急変し、あっという間に亡くなってしまったそうです。介護施設では入居者が亡くなることはよくあることで、職員さんたちは慣れているので気持ちの入れ替えは早いそうです。でも前田さんはその八重さんをずっと本当の母親のように介護していたので、少し寂しい気持ちがありました。ですから八重さんが亡くなった際には手を合わせて、何かあれば私がずっとそばにいるからねと語りかけたそうです。思わず口にした言葉だったのですが、それは大きな間違いだったと後に思い知ることになります。さて、そんなことがあったとは知らず、ユードブさんはその数日後、前田さんの寮に初めて遊びに行きました。ユードブさんが前田さんの部屋のドアを開けた瞬間でした。どんよりとした重い空気がぶわーっとユードブさんに覆いかぶさってきたそうです。うわ、嫌な空気だなとユードブさんは思ったのですが、前田さんに悟られないよう普通に振る舞い部屋に上がりました。昼間だというのに、そのどんよりとした空気のせいか、部屋は薄暗く冷たく感じて、どうしても長居ができず、ユードブさんは前田さんに悪いと思ったのですが、すぐに帰ったということでした。でも勘の鋭いユードブさんは前田さんの部屋のことが気になって仕方がなく、数日後にまた前田さんを訪ねて、その時正直に感じた不気味で異質な空気感のことを話したそうです。すると前田さんは意外に冷静に受け止め、逆に彼女から驚くことを聞かされました。実は前田さんの寮の真上の部屋は首吊りがあり、しかも真下の部屋は葬儀屋の霊安室があるのだそうです。確かに寮のある建物の1階が葬儀屋で2階からが寮になっており、毎回その葬儀屋を通り抜けていかないと寮の部屋には入れない構造になっていました。ユードブさんは葬儀屋の上の賃貸物件ですから、賃料も安めに設定してあるので、寮として借り上げることになったのだろうと思いました。ただ前田さん自身は部屋の異質な空気感には気づいていないようで、目に見えるようなおかしなことはないということでした。でもそう話す前田さんの顔色はあまり良くなかったそうです。ユードブさんはそれ以上何も言わなかったのですが、やはり引っかかるものがありました。そしてそれからです。ユードブさんが前田さんの部屋に遊びに行くたびに奇妙なことが起き始めたそうです。ある訪ねた日の帰りには、突然耳元でパンと手を叩かれたのですが、びっくりして見渡すと周りには誰もいないのです。他にもこういったおかしなことが頻繁にあったそうです。その中でも特にユードブさんが気になることがありました。ユードブさんは前田さんの部屋のトイレの前で急に胸が圧迫されたかのように苦しくなりました。体調もよく直前まで何ともなかったのに急に苦しくなったのです。その数日後も同じようにトイレの前に立つと突然頭痛がしてそこから離れると治ったということでした。これはトイレの前に何かがいると
ユードブさんは直感的に感じました。そしてユードブさんはこれらは霊障に違いないと思ったそうです。霊障はゆっくりと住んでいる人に影響し、心身ともに蝕んでいくので、前田さんが何も感じないのは霊感があるないよりもっと良くない状況の可能性がありました。そこでユードブさんはこの部屋がまずい事態になっているからと丁寧に説明し、手遅れになる前にすぐ霊媒師などに相談するように勧めたそうです。前田さんは霊感はありませんが、決して心霊怪奇現象を信じていないわけではなかったのと、ユードブさんの霊感を信頼しているので、これは放っておいてはいけないと、すぐ祈祷師のような人に相談することにしました。さて、ユードブさんのアドバイスを受け、前田さんはその祈祷師さんには内容を一切説明せずに部屋の写真を霊視してもらったそうです。するとその祈祷師さんは、ここにはおばあちゃんがいますね、と言いました。そして、このおばあちゃん、なぜかトイレの前によくいるみたいですね、と言ったので、前田さんは少し驚きました。まさにユードブさんが具合が悪くなる場所だったからです。そしてさらに驚くことを、その祈祷師さんは言ったそうです。なんでだろう。このおばあちゃん、顔の横に手を持ってきてるんだけど、何ですかね。それを聞いて前田さんはハッとしました。すぐ、あ、八重さんだ、とピンときたそうです。そして前田さんは重い口を開き、例の介護施設のおばあさん、八重さんのことを話しました。実は先日亡くなった八重さんは、生前写真が大好きで、よく顔の真横に手を持っていき、ピースサインのようなことをして撮ってもらっていたそうで、そのポーズがとても印象的なおばあさんだったのです。前田さんの背筋にゆっくりと冷たいものが走りました。トイレの前によくいるというのも、おばあちゃんはトイレが近かったからではないでしょうか、と祈祷師さんは言いました。そしてそれは実際本当のことでした。前田さんは祈祷師さんの言うおばあちゃんとは、おそらく先日亡くなった八重さんのことだと思いました。そこでそうと分かると、もう手遅れになる前にすぐにでも祈祷師さんにお祓いをしてもらわなくてはならなくなりました。祈祷師さんに前田さんの寮に来てもらうお祓いの日取りを決め、その日の相談は終わったそうです。ところがそのお祓いの当日です。福岡は大雨による洪水で浸水してしまい、お祓いは急遽中止になってしまいました。そこでさらに日程を数日後に組み直したのですが、また大雨で浸水し中止になりました。まるでお祓いを拒まれているような感じがしたそうです。そして3度目の正直でやっとお祓いをしてもらえることになり、祈祷師さんに部屋をまず見てもらいました。祈祷師さんは開口一番、部屋の隅におばあちゃんがいますと言いました。そして早速お祓いをしてもらったそうです。その最中、前田さんは祈祷師さんに八重さんとの関係、出来事などいろんな話を聞いてもらったそうです。すると祈祷師さんは、きっと亡くなったおばあちゃんに、前田さんあなたが何かあれば私がずっとそばにいるからと言ったことで、そのおばあちゃんの霊がついてきているのでしょう、と言いました。それを聞いて前田さんはぞっとしたそうです。立場によっては亡くなっていく人に必要以上の情けをかけることは決して良いことではないと悟りました。そしてお祓いは無事に終わったそうです。それから祈祷師さんは帰り支度を済ませ、前田さんが最後のお礼を言おうとした帰り際に、祈祷師さんはふと振り返り、一言言いました。ところで実はお祓いの最中におばあちゃんはまたここに来ますと言っていました。それが心に引っかかりますね。そう言っていたそうです。
前田さんはすぐにその寮を引き払い、別のアパートに引っ越しました。そこではもう何もなく暮らしているそうで、そのおばあさんの霊はおそらくあの寮にとどまっているようです。現在もその寮は福岡の某所にあり、その部屋には誰かが住んでいるということでした。これは事故物件ではない部屋でも、いろんな条件が重なれば、曰く付き物件になるという一例かもしれません。このお話は YouTube チャンネル幽霊ドブネズミさんからいただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。